皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。今日のテーマはブラック企業の見極め方です。日本で働くときにこの会社本当に大丈夫かなと思ったことはありませんか？もしかしたら皆さんの中にもなんでこんなに残業が多いのとか上司が怖いし有給も取れないなんて感じたこともあるかもしれません。ブラック企業とは残業代を払わずに仕事をさせたり、有給休暇を使わせてくれないような会社のことです。ブラック企業は働く人を大切にせず、むしろ私たちを搾取します。そんなブラック企業で働いてしまうと、心や体の健康に悪影響を与えることは目に見えています。だからこそ会社に入社する前にブラック企業であるかどうかを見極めておきたいですよね。そこで今日はブラック企業の特徴やホワイト企業との違い、そしてブラック企業を見極めるポイント、求人票や面接でブラック企業を見抜く方法などをお話ししていこうと思います。日本で安心して働ける職場を見つけるためのヒントにもなると思うので、ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。今回の話では次のことをお話しします。1、ブラック企業とは、ブラック企業の特徴5つ。2、ホワイト企業とは、ホワイト企業の特徴5つ。3、ブラック企業の見極め方5つ。4、自分にとってのホワイト企業を考える。そもそもブラック企業とは何でしょうか？ご存知の方もいるとは思いますが、ブラック企業とは労働者を不当に扱い、働きやすい環境を提供していない会社のことを指します。具体的な特徴として次のようなものがあります。一つ目の特徴は離職率が高いことです。ブラック企業では離職率が高いことが多いです。離職率は会社で働いている人のうちどれくらいの人が辞めたかを数字で表したものです。例えば100人の社員がいて1年間で10人辞めたら離職率は 10% です。離職率が高いというのは、社員がこの会社では働きたくないと思う理由がたくさんあるということです。例えば仕事の量が多すぎたり、頑張ってもそれが給料や評価に反映されなかったり、休みが少なかったり、休むための有給も取れなかったりするなどです。ブラック企業では去年入社した社員が今年はほとんど辞めているということが珍しくありません。こうした会社は慢性的に人手不足で一人当たりの仕事量が多くなります。結果的にどう頑張って仕事をしても長時間労働、残業が当たり前になります。2つ目の特徴は残業代がもらえないことです。残業とは決められた時間よりも長く働くことです。例えば仕事が夕方5時に終わるはずなのに、6時や7時まで仕事をすることを残業と言います。残業代は決められた時間より長く働いた時にもらえるお金のことです。いつものお給料にプラスしてもらうことができます。例えば1時間多く働いたら、その1時間分のお金をもらえるよという仕組みです。せっかく長く働いたのにお金がもらえないことがあります。これをサービス残業と言います。本当はお金をもらえるはずなのにもらえない状態です。サービス残業が
いつもある職場も気をつけた方がいいです。例えば仕事が終わる時間を過ぎて働いていいけど、時間を記録するカードはちゃんと定時に押しておいてねと言われることがあります。本当は働いた分のお金をもらうのは法律で決まっていますが、ブラック企業ではそれを守っていないことがよくあります。3つ目は長時間労働が当たり前になっていることです。夜遅くまで働いて朝早く会社に行くのが普通だよという会社もブラック企業の一つの特徴です。週に一度も定時で帰れないなら環境を見直すべきかもしれません。私の知り合いには夜遅くまで働いて電車の最後の時間、終電で帰り、次の日の朝はいつも通り8時に会社に行く人もいました。とても辛そうでした。4つ目は有給休暇が取れないことです。有給休暇を取ろうとしたら上司が嫌な顔をしたり、どうして休むのか理由を教えてと言われる会社は問題があります。法律では理由がなくても有給休暇を取ることができる権利があります。5つ目はパワハラやいじめがあることです。上司が大きな声で怒ったり、同僚が悪口を言うような職場もブラック企業の特徴です。部下に過剰な責任を押し付けることもパワハラになります。社会人としてのマナーやコミュニケーション能力も身につけてない人と一緒に仕事をする時間がもったいないと思います。反対にホワイト企業は働いている人を大切にする会社です。ホワイト企業はみんなが安心して働ける場所を作っています。例えば、1、柔軟な働き方、リモートワークやフレックスタイムを使える会社が増えています。例えば、朝10時から働いて、夕方4時に帰ることができるなど、自分の生活に合わせた働き方ができます。2、公平な給与。社員に適切な給与が支払われ、残業代なども正当に支払われます。昇給やボーナスのルールがわかりやすく、頑張った分だけ評価されます。3、福利厚生が充実。福利厚生は会社が働く人を助けるために用意している特別なサポートです。有給休暇が取りやすい、育児休暇がきちんとある、資格を取るためのサポートがあるなど、働く人を支える仕組みがしっかりと整っています。4、社員の声を大切にする。社員の意見やアイデアを大事にする会社もホワイト企業の特徴です。例えば、社員が意見を交換する会を定期的に開く会社もあります。5、キャリア支援と成長機会がある。従業員のスキルアップを支援するプログラムがあり、成長の機会が提供されているのもホワイト企業の特徴です。研修や教育制度が充実していて、社員が自主的に学び成長できる環境が整えられています。見極め方のポイント。1、厚生労働省のブラック企業リストを確認する。日本では働く人を大切にしていない会社や法律を守らない会社をブラック企業リストとして公開しています。入社する前にこのリストをチェックすることで、自分が働く会社が安全で安心して働ける場所かどうかを調べることができます。2、離職率や定着率を確認する。
離職率が高い会社、つまり仕事を辞める人が多い会社は、何か問題があって働いている人が長く続けられないということがあります。逆に定着率が高い会社、つまり長く働く人が多い会社は、社員が働きやすい環境が整っていることが多いです。定着率や離職率を確認してみようと思いきや、求人情報に書かれていないことが多いです。定着率や離職率は必ず書かなければならないものではないので、うちの会社は定着率に自信があるという会社以外はあまり見かけられません。確認する方法として、ハローワークや会社のホームページがあります。ハローワークで求人がどれくらいの頻度で出ているかを聞いて、もし求人を出している頻度が高いのであれば、定着率が悪いことが予想できます。また、会社のホームページに定着率を載せている会社もあります。3、求人票の内容に注目する。ブラック企業を見極めるためには、求人票の情報にも注目してください。求人票とは、会社が新しい社員を探すために出す仕事の説明が書いてある紙やインターネットの情報のことです。そこにはどんな仕事をするのか、どんな条件が必要か、給料やボーナスはどれくらいかなどが書かれています。求人票にボーナスの実績が書かれていない場合もあります。ボーナスは仕事を頑張ったご褒美として会社がくれる特別なお金です。いつものお給料とは別に年に1回か2回もらえることが多いです。求人票を見るときにボーナスの実績が書かれているかどうかも確認してみてください。ボーナスをしっかりと支払っている会社であれば、それを強みに記載します。それをあえて書かないというのは、ボーナスの実績を書くのをためらうほど、ボーナスが少ないか、そもそも支払っていない可能性があります。非正規社員の募集ばかりで、正社員の求人が出ていない場合も注意が必要です。非正規社員はパートやアルバイトのことです。働く時間が短かったり、お休みやボーナスが少なかったりします。正社員は会社と長く働く約束をしていて、安定したお休みやボーナスがもらえる人のことです。パートやアルバイトを中心に募集している会社は、人件費を削減しようとしている場合もあります。なぜなら、パートやアルバイトを増やせば、賞与などの人件費を減らすことができるからです。そのため、パートやアルバイトばかりを募集している職場は、経営面が厳しいということも考えられます。また、いつも求人が出ている場合も要注意です。会社が大きくなったわけではないのに、いつも求人が出ている場合があります。人がどんどん辞めてしまって、足りない人をすぐに探さなきゃいけない状態が続いているのかもしれません。いつも人が足りていない会社は求人がたくさん出ることが多いです。4、面接時に雰囲気を観察する。面接時にもブラック企業を見抜くためのポイントがあります。オフィスの様子や社員の表情をよく見てみましょう。明るく楽しそうに働いているのか、それともどんよりしているのかは大事な判断材料です。
また、面接官の態度や説明にも注目しましょう。面接官が曖昧な説明をしたり、威圧的な態度を取る場合、その会社の社風を疑った方がいいです。具体的な話が出ないこともあります。会社の方針や仕事内容について具体的な説明がない場合、社内ルールが曖昧でトラブルが起こりやすい可能性があります。働き方に関する質問への回答にも注目してみてください。残業はどのくらいありますか？や、有給休暇は取りやすいですか？といった質問に対し、明確な回答を避ける場合も要注意です。曖昧な回答やその場しのぎの返答は、その会社の働き方や実態を隠している可能性があるからです。何より面接の時に感じる違和感を大切にしましょう。5、家族経営かどうか。このポイントは私の実体験に基づく話なので、必ずしも家族経営の会社がブラック企業になりうるという話ではないです。でも私の考えとして家族経営はそうなりやすい環境なのではないかなと思っています。そもそも家族経営の会社とは、会社を家族や親戚が運営している会社です。例えば社長や大事な役職の人が同じ家族の一員です。家族経営の会社では次のような問題が起こりがちです。評価が一族の好き嫌いで決まる。社員の仕事ぶりではなく、家族の気分や好みで評価が変わることがあります。社員の不公平な待遇。気に入らない社員は減給やボーナスが少ないなど、不公平な待遇を受ける場合があります。反対に親族は高い給料をもらっているケースもあります。トップの気分で方針が変わる。会社の方針やルールが一族のリーダーの気分次第で突然変わることがあります。家族間のトラブルに巻き込まれる。家族同士の喧嘩や対立が職場に影響を与え、社員がそのトラブルに巻き込まれることもあります。独裁的な経営。トップに反対意見を言いづらく、社員の声が反映されない環境になりがちです。謎のルールが存在する。一族だけに都合のいい会社ルールが作られている場合もあります。家族経営の問題点として、私自身の経験から言うと、次のような問題がありました。評価基準が不透明。社員の仕事の成果よりも家族の好き嫌いで評価が決まることがあります。例えば、ある営業の人は売り上げをしっかりと維持していたのに、突然ボーナスが減らされました。その人は会社を良くしようと意見を言っていたのですが、社長がその意見を気に入らなかったようです。社長はプライドの高い人で、自分より優秀な人に嫉妬していたのかもしれません。減らされた理由についての説明もなかったそうで、私も悔しかったです。不公平な待遇。社員の親族は高い給与をもらっている一方で、一般社員はボーナスがカットされるなど不公平な状況が続いていました。あるボーナスの支給日の朝礼で、社長が私の経営能力が足りないので、ボーナスを減らしますと発表したときは、社員全体の不満が爆発しました。特に会社全体の売り上げは変わっていなかったにもかかわらず、その曖昧な説明に納得できない社員が多かったのです。
無駄遣いによる経営の悪化、社長が新しいパソコンや使わないソフト、不要なサブスクリプションにお金を使っていったせいで、社員に還元されるお金が少なくなりました。そのため社員のモチベーションが下がり、会社全体の士気も低くなってしまいました。家族経営の会社はお金の使い方が身近に見えるので、その点は面白い部分もありますが、同時に不公平な待遇が目立ちやすく、余計に不満が大きくなりやすいです。今回はブラック企業の見極め方として5つほど、ブラック企業リストの確認や、離職率、求人票でのチェックすることや、面接の時に確認するポイント、そして家族経営の問題などについてお話ししました。今日の内容が皆さんの会社選びの参考になれば幸いです。最後に自分にとってのホワイト企業を考えるということで、ブラック企業かどうかを判断するポイントはたくさんありますが、最終的には自分がその職場でどう感じるかが大切です。ブラック企業でも居心地がいいという人もいれば、ホワイト企業でも合わないと感じる人もいます。長期的に働くイメージが持てるか、自分の価値観と合うかどうかを考えることが大切です。もしブラック企業で働いていると感じたら、職場に相談したり、最終的には退職や転職を検討してください。自分の健康と幸せが一番大事です。ブラック企業で働くと、心や体の健康に悪影響を与える可能性があります。一方でホワイト企業では仕事にやりがいや満足感を感じやすいです。長く働ける職場を選ぶために今回の内容を参考にしてみてくださいね。それでは今日のお話はここまでです。今回の内容は私も過去のことを思い出してつい熱くなって長くなってしまいましたが、今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。もしよろしければいいねとチャンネル登録もしていただけたらすごく嬉しいです。次回のエピソードでもお会いできることを心より楽しみにしております。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのほのぼのです。今日のテーマはブラック企業の見極め方です。日本で働くときにこの会社本当に大丈夫かなと思ったことはありませんか？もしかしたら皆さんの中にもなんでこんなに残業が多いのとか上司が怖いし有給も取れないなんて感じたこともあるかもしれません。ブラック企業とは残業代を払わずに仕事をさせたり有給休暇を使わせてくれないような会社のことです。ブラック企業は働く人を大切にせず、むしろ私たちを搾取します。そんなブラック企業で働いてしまうと、心や体の健康に悪影響を与えることは目に見えています。だからこそ会社に入社する前に、ブラック企業であるかどうかを見極めておきたいですよね。そこで今日はブラック企業の特徴やホワイト企業との違い、そしてブラック企業を見極めるポイント、求人票や面接でブラック企業を見抜く方法などをお話ししていこうと思います。日本で安心して働ける職場を見つけるためのヒントにもなると思うので、ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。今回のお話では次のことをお話しします。
1、ブラック企業とは、ブラック企業の特徴5つ。2、ホワイト企業とは、ホワイト企業の特徴5つ。3、ブラック企業の見極め方5つ。4、自分にとってのホワイト企業を考える。そもそもブラック企業とは何でしょうか？ご存知の方もいるとは思いますが、ブラック企業とは労働者を不当に扱い、働きやすい環境を提供していない会社のことを指します。具体的な特徴として次のようなものがあります。一つ目の特徴は離職率が高いことです。ブラック企業では離職率が高いことが多いです。離職率は会社で働いている人のうちどれくらいの人が辞めたかを数字で表したものです。例えば100人の社員がいて1年間で10人辞めたら離職率は 10% です。離職率が高いというのは社員がこの会社では働きたくないと思う理由がたくさんあるということです。例えば仕事の量が多すぎたり、頑張ってもそれが給料や評価に反映されなかったり、休みが少なかったり、休むための有給も取れなかったりするなどです。ブラック企業では去年入社した社員が今年はほとんど辞めているということが珍しくありません。こうした会社は慢性的に人手不足で1人当たりの仕事量が多くなります。結果的にどう頑張って仕事をしても長時間労働、残業が当たり前になります。2つ目の特徴は残業代がもらえないことです。残業とは決められた時間よりも長く働くことです。例えば仕事が夕方5時に終わるはずなのに、6時や7時まで仕事をすることを残業と言います。残業代は決められた時間より長く働いた時にもらえるお金のことです。いつものお給料にプラスしてもらうことができます。例えば1時間多く働いたら、その1時間分のお金をもらえるよという仕組みです。せっかく長く働いたのにお金がもらえないことがあります。これをサービス残業と言います。本当はお金をもらえるはずなのにもらえない状態です。サービス残業がいつもある職場も気をつけた方がいいです。例えば仕事が終わる時間を過ぎて働いていいけど、時間を記録するカードはちゃんと定時に押しておいてねと言われることがあります。本当は働いた分のお金をもらうのは法律で決まっていますが、ブラック企業ではそれを守っていないことがよくあります。3つ目は長時間労働が当たり前になっていることです。夜遅くまで働いて朝早く会社に行くのが普通だよという会社もブラック企業の一つの特徴です。週に一度も定時で帰れないなら環境を見直すべきかもしれません。私の知り合いには夜遅くまで働いて電車の最後の時間、終電で帰り、次の日の朝はいつも通り8時に会社に行く人もいました。とても辛そうでした。4つ目は有給休暇が取れないことです。有給休暇を取ろうとしたら上司が嫌な顔をしたり、どうして休むのか理由を教えてと言われる会社は問題があります。法律では理由がなくても有給休暇を取ることができる権利があります。5つ目はパワハラやいじめがあることです。上司が大きな声で怒ったり、同僚が悪口を言うような職場も
ブラック企業の特徴です。部下に過剰な責任を押し付けることもパワハラになります。社会人としてのマナーやコミュニケーション能力も身につけてない人と一緒に仕事をする時間がもったいないと思います。反対にホワイト企業は働いている人を大切にする会社です。ホワイト企業はみんなが安心して働ける場所を作っています。例えば、1、柔軟な働き方、リモートワークやフレックスタイムを使える会社が増えています。例えば、朝10時から働いて、夕方4時に帰ることができるなど、自分の生活に合わせた働き方ができます。2、公平な給与。社員に適切な給与が支払われ、残業代なども正当に支払われます。昇給やボーナスのルールがわかりやすく、頑張った分だけ評価されます。3、福利厚生が充実。福利厚生は会社が働く人を助けるために用意している特別なサポートです。有給休暇が取りやすい、育児休暇がきちんとある、資格を取るためのサポートがあるなど、働く人を支える仕組みがしっかりと整っています。4、社員の声を大切にする。社員の意見やアイデアを大事にする会社もホワイト企業の特徴です。例えば、社員が意見を交換する会を定期的に開く会社もあります。5、キャリア支援と成長機会がある。従業員のスキルアップを支援するプログラムがあり、成長の機会が提供されているのもホワイト企業の特徴です。研修や教育制度が充実していて、社員が自主的に学び成長できる環境が整えられています。見極め方のポイント。1、厚生労働省のブラック企業リストを確認する。日本では働く人を大切にしていない会社や法律を守らない会社をブラック企業リストとして公開しています。入社する前にこのリストをチェックすることで、自分が働く会社が安全で安心して働ける場所かどうかを調べることができます。2、離職率や定着率を確認する。離職率が高い会社、つまり仕事を辞める人が多い会社は、何か問題があって働いている人が長く続けられないということがあります。逆に定着率が高い会社、つまり長く働く人が多い会社は、社員が働きやすい環境が整っていることが多いです。定着率や離職率を確認してみようと思いきや、求人情報に書かれていないことが多いです。定着率や離職率は必ず書かなければならないものではないので、うちの会社は定着率に自信があるという会社以外はあまり見かけられません。確認する方法として、ハローワークや会社のホームページがあります。ハローワークで求人がどれくらいの頻度で出ているかを聞いて、もし求人を出している頻度が高いのであれば、定着率が悪いことが予想できます。また、会社のホームページに定着率を載せている会社もあります。3、求人票の内容に注目する。ブラック企業を見極めるためには、求人票の情報にも注目してください。求人票とは、
会社が新しい社員を探すために出す仕事の説明が書いてある紙やインターネットの情報のことです。そこにはどんな仕事をするのか、どんな条件が必要か、給料やボーナスはどれくらいかなどが書かれています。求人票にボーナスの実績が書かれていない場合もあります。ボーナスは仕事を頑張ったご褒美として会社がくれる特別なお金です。いつものお給料とは別に年に1回か2回もらえることが多いです。求人票を見るときにボーナスの実績が書かれているかどうかも確認してみてください。ボーナスをしっかりと支払っている会社であれば、それを強みに記載します。それをあえて書かないというのは、ボーナスの実績を書くのをためらうほど、ボーナスが少ないか、そもそも支払っていない可能性があります。非正規社員の募集ばかりで、正社員の求人が出ていない場合も注意が必要です。非正規社員はパートやアルバイトのことです。働く時間が短かったり、お休みやボーナスが少なかったりします。正社員は会社と長く働く約束をしていて、安定したお休みやボーナスがもらえる人のことです。パートやアルバイトを中心に募集している会社は、人件費を削減しようとしている場合もあります。なぜなら、パートやアルバイトを増やせば、賞与などの人件費を減らすことができるからです。そのため、パートやアルバイトばかりを募集している職場は、経営面が厳しいということも考えられます。また、いつも求人が出ている場合も要注意です。会社が大きくなったわけではないのに、いつも求人が出ている場合があります。人がどんどん辞めてしまって、足りない人をすぐに探さなきゃいけない状態が続いているのかもしれません。いつも人が足りていない会社は求人がたくさん出ることが多いです。④、面接時に雰囲気を観察する。面接時にもブラック企業を見抜くためのポイントがあります。オフィスの様子や社員の表情をよく見てみましょう。明るく楽しそうに働いているのか、それともどんよりしているのかは大事な判断材料です。また、面接官の態度や説明にも注目しましょう。面接官が曖昧な説明をしたり、威圧的な態度を取る場合、その会社の社風を疑った方がいいです。具体的な話が出ないこともあります。会社の方針や仕事内容について具体的な説明がない場合、社内ルールが曖昧でトラブルが起こりやすい可能性があります。働き方に関する質問への回答にも注目してみてください。残業はどのくらいありますか？や、有給休暇は取りやすいですか？といった質問に対し、明確な回答を避ける場合も要注意です。曖昧な回答やその場しのぎの返答は、その会社の働き方や実態を隠している可能性があるからです。何より面接の時に感じる違和感を大切にしましょう。⑤、家族経営かどうか。このポイントは私の実体験に基づく話なので、必ずしも家族経営の会社がブラック企業になりうるという話ではないです。でも私の考えとして家族経営はそうなりやすい環境なのではないかなと思っています。そもそも家族経営の会社とは
会社を家族や親戚が運営している会社です。例えば社長や大事な役職の人が同じ家族の一員です。家族経営の会社では次のような問題が起こりがちです。評価が一族の好き嫌いで決まる。社員の仕事ぶりではなく、家族の気分や好みで評価が変わることがあります。社員の不公平な待遇。気に入らない社員は減給やボーナスが少ないなど、不公平な待遇を受ける場合があります。反対に親族は高い給料をもらっているケースもあります。トップの気分で方針が変わる。会社の方針やルールが一族のリーダーの気分次第で突然変わることがあります。家族間のトラブルに巻き込まれる。家族同士の喧嘩や対立が職場に影響を与え、社員がそのトラブルに巻き込まれることもあります。独裁的な経営。トップに反対意見を言いづらく、社員の声が反映されない環境になりがちです。謎のルールが存在する。一族だけに都合のいい会社ルールが作られている場合もあります。家族経営の問題点として、私自身の経験から言うと、次のような問題がありました。評価基準が不透明。社員の仕事の成果よりも家族の好き嫌いで評価が決まることがあります。例えば、ある営業の人は売り上げをしっかりと維持していたのに、突然ボーナスが減らされました。その人は会社を良くしようと意見を言っていたのですが、社長がその意見を気に入らなかったようです。社長はプライドの高い人で、自分より優秀な人に嫉妬していたのかもしれません。減らされた理由についての説明もなかったそうで、私も悔しかったです。不公平な待遇。社員の親族は高い給与をもらっている一方で、一般社員はボーナスがカットされるなど不公平な状況が続いていました。あるボーナスの支給日の朝礼で、社長が私の経営能力が足りないので、ボーナスを減らしますと発表したときは、社員全体の不満が爆発しました。特に会社全体の売り上げは変わっていなかったにもかかわらず、その曖昧な説明に納得できない社員が多かったのです。無駄遣いによる経営の悪化。社長が新しいパソコンや使わないソフト、不要なサブスクリプションにお金を使っていったせいで、社員に還元されるお金が少なくなりました。そのため社員のモチベーションが下がり、会社全体の士気も低くなってしまいました。家族経営の会社はお金の使い方が身近に見えるので、その点は面白い部分もありますが、同時に不公平な待遇が目立ちやすく、余計に不満が大きくなりやすいです。今回はブラック企業の見極め方として5つほど、ブラック企業リストの確認や、離職率、求人票でのチェックすることや、面接の時に確認するポイント、そして家族経営の問題などについてお話ししました。今日の内容が皆さんの会社選びの参考になれば幸いです。最後に自分にとってのホワイト企業を考えるということで、ブラック企業かどうかを判断するポイントはたくさんありますが、最終的には自分がその職場でどう感じるかが大切です。ブラック企業でも居心地がいいという人もいれば、ホワイト企業でも合わないと感じる人もいます。
長期的に働くイメージが持てるか、自分の価値観と合うかどうかを考えることが大切です。もしブラック企業で働いていると感じたら、職場に相談したり、最終的には退職や転職を検討してください。自分の健康と幸せが一番大事です。ブラック企業で働くと、心や体の健康に悪影響を与える可能性があります。一方でホワイト企業では仕事にやりがいや満足感を感じやすいです。長く働ける職場を選ぶために今回の内容を参考にしてみてくださいね。それでは今日のお話はここまでです。今回の内容は私も過去のことを思い出してつい熱くなって長くなってしまいましたが、今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。もしよろしければいいねとチャンネル登録もしていただけたらすごく嬉しいです。次回のエピソードでもお会いできることを心より楽しみにしております。